イギリスの東海岸本線を走る長距離特急 LNER あずま。今や英国の看板特急の一つとなった列車ですが、現在イギリスは鉄道運営の大きな再編が進んでいます。こうした中で、この列車や LNER というブランドが将来どうなるのかが気になるところです。今回はニューカッスルからスコットランドへ向かいながら、変わりゆくイギリス鉄道の今を見ていきます。皆様、おはようございます。今回から、ゆっくり歌劇団のイギリス鉄道巡りが始まりますよ。出発地は、イギリス北東部の町、ニューカッスル。実は、前日にロンドンに着いた私たちは、特急列車に乗り換え、ニューカッスルまで移動していました。ニューカッスルは、ロンドンとスコットランドを結ぶ幹線、東海岸本線の途中にある都市です。大きくカーブを描いた形のこの駅には、ロンドンノースイースタン鉄道、通称 LNER の特急、あずまが、頻繁に発着しています。今やこの列車は、東海岸本線を代表する存在になりました。ただ、今回注目したいのは、車両そのものだけではありません。これから、イギリスの鉄道運営が大きく変わるかもしれない中で、はっちゃんじゃなくて、あずまや LNER が今後どうなっていくのか。そんなことを考えながら、まずは、イギリスの北、スコットランドへ向かってみます。ということで、早速乗り込んでみたいのですが、実は前の日、私たちがニューカッスルに着いた後、あずまの路線である、東海岸本線で、大きなトラブルが起きていました。沿線で大規模な火災が起き、列車の運転が何時間もストップしていたのです。ダイヤの乱れは深夜まで続き、翌日の朝にも爪痕を残していました。その影響はなんと、イギリスの鉄道が誇るあの伝統にまで及んでいたんです。早朝の東海岸本線には、ロンドンまでを最速で走る上り特急が走っています。その名も、フライングスコッツマン。1862年に運転を開始した、イギリスで最も有名かつ、伝統のある特急列車です。イギリス北部の都市、エディンバラと、ロンドンの間、およそ630キロを結ぶ、最速列車としても知られています。ちょっと待ったー。フライングスコッツマンといえば、朝10時発の列車だったような。そういった疑問が出てくるのも、無理はないよね。確かに、フライングスコッツマンは、長らく、午前10時にロンドンを出発する、北行き特急の存在が有名でした。けれども現在は、早朝5時40分に、ロンドンへ走る、南行き特急に、その名前が使われています。運転業務で使われる列車番号が、1201となっていることからも、その伝統の存在は、早朝の列車に移行していることがわかります。フライングスコッツマンは、エディンバラを出発すると、終点までに止まる駅は、ここニューカッスルと、中部の都市、ヨークだけ。所要時間4時間13分の列車は、この駅で、乗務員の交代を行い、ロンドンへと走っていくのです。あれ？現代のフライングスコッツマンは、ニューカッスル一駅だけに止まるんじゃなかったか？俺も、最速列車の伝統を守るために、停車駅を極限まで減らした列車だって聞いたぞ。それがいつの間に、もう一駅止まるようになったんだ。ヨークは、イギリス中部地域の要の駅だから、お客さんを集めるためにも、停車駅を追加したんだろうね。現代のフライングスコッツマンは、最速列車の地位を守るため、他の列車が少ない、早朝5時40分発という時間設定をしています。しかしそんな早朝に走り、停車駅が少なくては、お客さんが十分集まりません。そこで、大勢の人が乗り降りする都市、ヨークにも停車することで、より多くの乗客を集めることにしたのです。しかも、特急フライングスコッツマンが、ヨークに到着するのは、朝の8時少し前。この時間には、ロンドンに向かう人が大勢いますので、無理して最速運転をするより、停車した方が合理的なんです。それに、止まる駅が増えても、ロンドンまでの時間は、同じどころか、むしろ少なくなっています。クラス800は加速性能がいいですから、以前の客車列車よりも、所要時間を短くできちゃったんです。ところが、私たちがイギリスに到着した翌日、そのフライングスコッツマンが、なんと運休になっていました。朝一番に走る、
特急フライングスコッツマンは、前の晩にロンドンから走ってきた列車が、折り返しで担当します。ですがこの時は、前日夜に発生したダイヤ乱れで、翌日の始発特急に使用予定の編成が、終点のエディンバラに到着できませんでした。そのためやむを得ず、運休になってしまったものと思われます。これはある意味、貴重すぎるぞ。特急列車、フライングスコッツマンといえば、イギリスの鉄道のプライドそのもの。戦時中は、ドイツ軍の爆撃がある中でも、時間通りの運転を守り通したというエピソードもある列車だ。また、100年以上にもなる長い歴史もあり、常に時代ごとに最速、最新の車両で運転されてきた。いわば英国の鉄道にとって、意地と誇りの列車である。しかしそんな特急も、沿線火災の前には、無力だったのである。ドイツ軍はなんとかなるけど、線路に物理的な問題が起きちゃうと、さすがに難しいよね。そんな言い方していいのかドイツ人。僕半分イタリア系だから。さて、東海岸本線を走る、日立製のクラス800、あずま。登場当初は、珍しい新型車両でしたが、今は、イギリス生まれのディーゼル特急、HST 君に代わって、東海岸本線の日常になっています。しかし今後、その愛称や赤い車体デザインが変わる可能性があるんです。というのも、今、イギリスの鉄道では大きな変化が起きようとしているからなんです。これまでのイギリスの鉄道は、会社や仕組みが細かく分かれ、独特で複雑なシステムの上に成り立ってきました。それによって、面白さも生まれた一方で、利用者からすると、分かりにくい部分や、運営のちぐはぐさも少なくなかったんです。そこで今、イギリスでは、鉄道をもっと一体的にまとめ直そうという、大きな再編が進められています。その中心にあるのが、グレートブリティッシュレイルウェイズ、通称、GBR です。これは一言で言うと、今バラバラになっている、イギリスの鉄道を、もっと一体的に管理する、新しい仕組みです。組織の象徴であるロゴマークに、昔のイギリス国鉄で使われていた、ダブルアローを、再び採用したこと。それに、中心の組織が国有化されるので、よく、昔の国鉄に戻る、と言われますが、完全に昔と同じ状態になるわけではありません。線路や駅、ダイヤ、運賃、ブランドのあり方を、国が一つの方向でまとめつつ、実際の列車運行は外部の事業者に任せる。つまり、公的管理を強めた、ハイブリッド型鉄道運営を目指しているわけです。その法的な土台は、2025年11月に議会へ提出され、今も審議が続いています。ではなぜ、ここまで大きな改革が必要になったのでしょうか。それを理解するにはまず、1990年代のイギリス国鉄爆破民営化から見ていく必要があります。当時のイギリスは、それまでの国営鉄道から離れ、できるだけ民間の力を生かす方向へ進みました。しかし、鉄道の運営は、大きな資本や大勢の人、独自のノウハウが必要で、簡単に参入できるものではありません。その結果、イギリスの鉄道は、細かく役割分担されました。列車を走らせる会社、線路や信号などを管理する側、車両を持つ会社、そして制度や契約を握る政府側。こうして、鉄道全体が一つではなく、たくさんの役割に分かれた仕組みになったんです。その中心にあったのが、運営会社のフランチャイズ制度です。これは簡単に言うと、政府がそれぞれの路線で列車を走らせる権利を公募。それを民間会社が競って取りに行く仕組みでした。契約が取れた会社は一定期間、列車の運営を担当します。それにより、地域ごと、列車の種別ごとに、色々なブランドの鉄道会社が生まれていったわけです。これは他の国に比べて複雑な民営化でしたが、全部が悪かったわけではありません。むしろ、成功した面も、かなりありました。一番大きい効果は、なんといっても、利用者が大幅に増えたことです。民営化前と比べて、イギリスの鉄道は、利用者数が 2.5 倍以上と、大きく伸びました。それに伴い、列車本数も増え、特にロンドン近郊や、都市間特急では、サービスがかなり充実しました。また、新しい車両も次々に導入され、ペンドリーノのような新型列車が登場。快適性、バリアフリー、Wi-Fi なども改善されました。
さらに、会社ごとのブランド戦略や、社内サービスの工夫も進み、鉄道を商品として魅力的に見せる力は、確実に強くなりました。つまり民営化には、利用者を増やし、サービスを良くしたという成果もちゃんとあったんです。しかしその一方で、問題もどんどん大きくなっていきました。まず一つ目は、入札の競争が、だんだん無理のあるものになったことです。鉄道運営に立候補する会社は、フランチャイズ契約を取るために、うちはこれだけ収入を伸ばせます、と、運輸省に強気の予測を出します。でも、実際にはそこまで利用者が伸びず、契約が立ち行かなくなることがありました。その代表例が、今乗っている、東海岸本線の特急です。鉄道運営のフランチャイズ契約は、収益がすべて自社のものになるわけではありません。収入の中から、政府に運営料を払う必要がありました。東海岸本線の特急は、日本で言えば、東海道新幹線のようなもの。需要が多く、大きな収益が見込める分、政府に払うお金が莫大だったのです。この額は、契約時に予測した利用者数と収益に基づいて計算されています。ですから、予測よりも利用者が下回ってしまうと、その高い運営料を払うことができません。東海岸本線の特急部門は、こうした事態に陥り、民間の運営会社が早期撤退をするケースが何度もありました。そのため今、この路線の特急は、国営企業の運行になっているんです。二つ目の問題は、責任の所在がわかりにくいことです。イギリスの鉄道は、役割分担が細かい分、何かトラブルが起きた時に、どこの責任なのかが見えにくくなりました。線路側の問題なのか、列車会社のトラブルなのか、契約が関係しているのか、利用者にとっては関係なくても、各社の内部では、責任の線引きが複雑になっていました。そして三つ目は、鉄道全体を一つにまとめる存在が弱かったことです。業務を細分化しすぎたせいで、ダイヤを大きく変える、他社との接続を改善する。そういう時に、指揮系統が曖昧になり、全体の把握が難しくなりました。その問題が一気に表面化したのが、2018年に発生した大規模な混乱です。夏のダイヤ改正時に、各社の連携、新システムの動作がうまくいかず、8000本もの列車が運休しちゃったんです。なんとか走らせた列車も、大幅な遅れをもって運行。走行中に、行き先、待ち合わせ等が変更になるなど、使い物にならない状態でした。また、管理システム上は、運転しているはずの列車が、実際には走っていないといった、ドイツ鉄道のような状態もあったらしいです。調査の結果、各会社の連携が、全く取れていなかったことがわかります。通常なら、ダイヤ改正の数ヶ月前が期日の、新しいダイヤ申請が、直前になって提出されたこと。それによって、細かい時間調整や、運行システムのシミュレーションができなくなり、そのまま改正日を迎えたことが原因でした。この混乱は長く続き、イギリス鉄道の仕組みそのものが強く批判されるきっかけになります。そして、この制度に決定的な打撃を与えたのが、忘れたくても忘れられない、おなじみ、コロナ禍です。外出を事実上禁じる、ロックダウンで、鉄道は利用者が急減し、運賃収入が完全に消滅。なので、鉄道会社が運賃を受け取り、政府に運営料を払うという、フランチャイズ制度は、現実的に成り立たなくなったんです。この時は、運営権料の支払いを一時停止し、鉄道会社には、列車の運行だけを担当させる、緊急措置に切り替えましたが、こういった事態はいつまた発生するかわかりません。イギリスの社会が安定している時なら、それなりに機能していた、鉄道運営のフランチャイズ制でしたが、ひとたび情勢が不安定になると、民間の会社だけでは限界があるという、大きな欠点と課題を残しました。ここまでを整理すると、イギリスの鉄道民営化は、完全な失敗でも、完全な成功でもありません。利用者は増え、サービスも改善し、新型車両の導入が進みました。その反面、制度は複雑になり、責任は分かりにくくなるといった欠点もあります。ですから、これからの改革で、民営化の良かった部分は残しつつ、バラバラになりすぎた仕組みを、国の主導でまとめ直そうとしています。それが、新制度、
グレートブリティッシュレールの出発点なのです。なんて、一区切りがついたところで、ちょっと寄り道をしましょう。下車した場所は、ベリックアポンツイード。イギリスの大部分を占める、イングランドと、北の地域、スコットランドとの境に位置する町です。駅を出て、10分ほど歩くと、町を流れるツイード川を渡る、鉄道の石橋が見えてきます。これは、ロイヤルボーダーブリッジといい、全長660メートルの、アーチ橋です。この橋には、長い編成を組む、特急あずまから、中部地域を網羅する急行、トランスペナインエクスプレスなど、様々な列車が通過します。線路は、街を回り込む形で敷かれていますので、列車が走る姿を、長く見られるのも面白いポイントです。ところが、美しい風景の中を走る列車を、しばらく眺めているうちに、奇妙な点を発見した。ここは、電化されている区間なのに、一部のハイブリッド列車が、パンタグラフではなく、ディーゼルエンジンを使って走っていたのだ。イギリスでは、2022年以降、電気料金が急激に上昇した。燃料代の高騰や、再生可能エネルギーが不安定だったことにより、発電にかかるコストが急増したためだ。この事態は、もちろん鉄道も無縁ではない。電車の運転に必要な電気料金が、一時、ディーゼルエンジンの燃料費を上回り、蒸気機関車を走らせた方が、コストが安いのではないか、なんてジョークまで飛び出したぐらいだ。なので、パンタグラフとディーゼル発電機の両方を備えるハイブリッド列車は、コストの問題で架線を使わず、ディーゼルエンジンを起動していたのだ。というのがゆくりの考えでした。でも実際は違います。確かにイギリスの電気料金は、ものすごく高かったんですけど、原因はそこじゃありませんでした。ハイブリッド車両が、架線を使わず、ディーゼルモードで走っていた、本当の原因は、電力設備。東海岸本線は、変電所などの設備が古く、すべての列車に電力を供給しきれなかったんです。となると、発電、送電設備の増強が急務ですが、電力設備に欠かせない、金属の値段が高騰したり、建設業者の人手不足などが重なり、なかなか改良が進んでいないのが現状です。ちなみに、ディーゼルモードで走っていた列車は、トランスペナインエクスプレスの、クラス802型でした。実はクラス800型は、架線モードとディーゼルモードで、最高速度が異なります。架線からの電力で走るなら、時速200キロ走行が可能ですけど、ディーゼル発電機での走行は、最高速度が時速160キロまでに制限されます。ですが、トランスペナインエクスプレスの日立製車両は、派生型の、クラス802型。この型は、発電機の出力が強化されていて、ディーゼルエンジンでも、時速200キロで走ることができますし、もともとこの列車は停車駅の多い、急行相当の運用です。高い速度を出す区間があまりなく、すぐに減速するので、ディーゼルモードでも問題がありません。逆に LNER の列車は、長い時間、時速200キロで走る上、発電機の関係で、最高速度が異なる仕様です。こちらがディーゼルエンジンで走ると、最高速度が低下してしまい、ダイヤ乱れにつながりますから、LNER のあずまが、優先的に架線を使用していたんです。では再び列車に乗りながら、これからのイギリスの鉄道では、具体的に何が変わるのかを、お話ししていきます。ポイントは大きく分けて、2つ。フランチャイズ制度が終わることと、鉄道全体をまとめる、指令役ができることです。新組織、グレートブリティッシュレールは、ただ列車を走らせる会社を、まとめるだけではありません。線路や駅といったインフラ、旅客サービス、全体の計画まで、一体的に管理する仕組みとして考えられています。今までのように、会社ごとに分かれていた管理業務を、一つの組織が、一つの方向で動かそうとしているわけです。ここで特に大きいのが、フランチャイズ制度の廃止です。これまでのシステムは、鉄道会社が運賃収入を受け取り、政府に利用料を払う、または補助金を受け取る、という制度でした。ですがこれからは、その仕組みが変わります。簡単に言うと、グレートブリティッシュレールが、収入や全体設計を把握し、民間会社はその下で、列車を動かす役割を担うんです。つまり鉄道会社は、独立した経営者というより、
運行を請け負う会社に近づいていきます。わかりやすい例が、ロンドンを走る赤い路線バスです。昔から、ロンドンの景色の一つとなっている赤い2階建てバスは、多くの人にとって、ロンドンの市営交通機関と思いますよね。実際に、運営統括は、ロンドン市の交通局が担当しているんですけど、バスの運行そのものは、民間の会社が請け負っています。ですから、バスの車体をよく見ると、小さく、運行会社の名前が書かれていたりします。つまり、利用者から見える、顔は統一されているけれど、実務は民間が担当する。鉄道も、それに近い方向へ、寄せようとしているのです。これによって、利用者にとって目に見える、大きな変化が、ブランドの統一です。今のイギリスの鉄道は、LNER の東、緑色の車体が綺麗な、グレートウエスタン鉄道など、会社ごとに、名前も色も、ロゴも違います。色とりどりで、見ていて楽しい部分ではありますが、一方で、利用者からすると、わかりにくさにもつながっていました。新しい、グレートブリティッシュレールでは、こうした見せ方を、もっと全国的に、種別ごとに整理して、よりわかりやすい鉄道へ、変えていく方向が示されています。列車の塗装が、全国で統一されたデザインになり、同じモチーフのロゴが、アプリや駅にも使われていきます。塗装の方は、だいぶ不良ですけどね。あ、なるほど。再び全国で、列車が同じ塗装になることからも、昔の国鉄っぽくなるのでは、と言われるわけですね。実際、すでに公的所有に入った会社の中には、統一ブランドを意識したような動きも出始めています。ただし、ここで注意が必要なのが、会社名や地域ブランドが、どこまで残るのかは、まだ流動的だという点。つまり、全国すべての鉄道や車両が、一気に同じ名前や、同じ見た目になると、今の時点で決まっているわけではありません。それに、鉄道会社が全部完全に、グレートブリティッシュレールに統一されるわけでもないんです。いくつかの鉄道は、現在のまま残ります。例えば、北部のスコットランドや、北西部のウェールズ。この地域の鉄道は、地方自治体が管理していますので、新しい統一組織の参加になるとは限りません。またイギリスには、運輸省とフランチャイズ契約を交わした鉄道ではなく、完全に独自の力だけで運営している、独立した鉄道会社があります。日本の私鉄に近い感じですな。これは、格安高速鉄道のルモや、空港アクセス列車のヒースローエクスプレス、国際列車のユーロスターなどが相当します。これらは、グレートブリティッシュレールの統合と、一切関係がありませんから、今までと変わらない形で、存続していきます。なんか、いくつもの運営形態があって、簡単に説明しようとしても、どうしても細かくなっちゃうよな。だからイギリスの鉄道は難しいんだよ。今回の改革は、ただ鉄道会社の看板を付け替える話ではなく、利用者から見て、もっと使いやすい鉄道に変えようとしています。では、グレートブリティッシュレールは、すでに動き始めているのでしょうか。ここが少しややこしいところです。結論から言うと、一部は開始していて、全体はこれからです。新しい組織そのものは、まだ法的に完成していません。ですが、準備は着々と進んでいます。この改革が進めば、私たちが今見ている列車や、ブランドの景色も変わるかもしれません。車内サービスや運賃、乗り継ぎの保証がどうなるのか。列車でも、東海岸本線で使われてきた、東のロゴや愛称は残るのか。まだ決まっていないことも多いのですが、少なくとも今のイギリスの鉄道は、過渡期の姿であることは、間違いありません。ところで今、なぜ僕たちが、スコットランドに向かっているのか。それは、緊急で会わなければいけない車両が出てきたからなんです。でも、そこまで急ぐこともなかったな。カウントダウン開始まで、あと1年以上あるし。って言ってのんびりしてるうちに、チャンスを逃すのが僕たち、いや、ゆっくりさんの悪い癖でしょ。まあ、乗っておける時に乗っておくのがいいか。ということで次は、機動車王国である北部に、スコットランドでお会いしましょう。皆様、今回は難しい話にお付き合いくださり、本当に、ありがとうございました。イギリスの鉄道には、
複雑な歴史とビジネスのドラマが隠されていました。このチャンネルでは、こうした世界の鉄道の裏側や、最新の車両事情、あと、変な列車をご紹介しています。次の動画を見逃さないよう、ぜひ、チャンネル登録をお願いします。